信じたのは機械だけじゃない、目の前の客と日常そのものだったんだぜ。いつもの買い物風景まで利用されたなら、最初から見抜くのは難しいわね。舞台はナイジェリア、オンド州アクレにある、ごく普通の食料品店だぜ。商品を買いに来た客なら、店側は警戒より接客を優先するじゃん。その自然な流れの中で、店のポス端末に異変が起きたとされるんだ。異変はすぐ発見されず、やがて資金の不正送金として表面化したぜ。被害はいくらだったの？少額の取り違いでは済まなかったんでしょう。警察発表を伝えた報道では、63万2000ナイラが移されたとされる。生活を支える店のお金なら、数字以上に重い損失になりそうね。そして捜査で3人が逮捕され、別の1人は所在不明と報じられたぜ。買い物のふりで注意を奪うなんて、悪意が日常に紛れすぎよ。ただし、正常な決済表示だけを信じて騙された事件ではないんだ。確認されたのは、客と取引の流れを信じた隙を突かれた構図なのね。そうだぜ。商品と客への対応中に、端末が交換された疑いがある。端末だけ見張れば済む話じゃなく、店全体へ注意を配る必要があるわ。だが人間の注意には限界がある。その限界が事件の核心なんだぜ。忙しい職場ほど、自分たちにも起きる話として見た方が良さそうね。ここから入れて、被害発覚、逮捕までを確認済みの順に追うぜ。被害申告が行われたのは、2026年3月19日と報じられている。場所はオンド州アクレの、あかり地区にある食料品店よね。そうだぜ。商店主が警察へ被害を申し出たことで捜査が始まった。最初から警察が現場を見ていたわけじゃなく、申告が出発点なのね。事件当時、複数人が商品購入を装って店を訪れたとされている。普通の客と同じように商品を選べば、接客するのが自然な反応だわ。店内での詳しい会話や、誰が何を頼んだかまでは確認されていない。だから再現する場面は、実際の会話ではなく抽象的なものなのね。この商品を見たいんだが、値段と種類をもう一度確認してくれないか。こちらの商品気になるわ。会計できるものが見てもらえないかしら。わかったわ。順番に確認するから、少しだけそこで待っていてね。こうして複数の声が重なれば、視線も判断も別々の方向へ向くわね。今の会話は抽象再現だが、注意を引かれた構図は報道と一致するぜ。誰がどの役割だったかを想像だけで決めつけるのは危険だよ。だから具体的な役割分担や、再現可能な手口の説明は避けるぜ。重要なのは、店主が一度に複数の対応を迫られたという点なのね。警察の説明では、対応中にポス端末が別の端末と交換された疑いがある。店から端末が単純に消えたのではなく、別のものが残された可能性ね。さらに認証情報も盗み見られた疑いがあると報じられているぜ。でも、見た角度や方法まで説明したら、手口の再現につながるわ。その通りだ。ここでは認証情報が狙われた疑いだけを抑えるぜ。店主の具体的な立ち位置や、端末の向きも確認された事実ではないね。確認できるのは、注意の誘導と端末交換が容疑の中心という点だ。見えていない部分を物語で埋めず、事実の境界を守る必要があるわ。端末は日常的に使うほど、そこにあること自体が風景へ溶け込む。外見や置き場所が似ていれば、同じものだと思い込みやすいよね。ただし実物がどれほど似ていたかは、報道だけでは確認できないぜ。似たものだったと断定せず、交換にすぐ気づけなかった構図を見るのね。そして交換の詳しい瞬間も、公開情報からは確定できないんだ。客がせかしたとか、店主が背中を向けたとかも創作に過ぎないわ。映像で示すなら、接客中の注意分散を抽象的に描く程度が妥当だな。手口の解説より、確認が途切れた危険を伝える方が大切だよ。被害端末を通じ、資金が容疑者側の口座へ移されたと警察は説明した。その金額が、さっき出た63万2000ナイラということね。そうだぜ。ただし全額がいつ、何回で移されたかはここでは断定しない。知らない送金に気づいた瞬間は、かなりの恐怖だったよね。その感情は自然な想像だが、本人の発言として報じられたものではない。店主の表情や言葉を、事実の証言として扱ってはいけないのね。確定しているのは、商店主が被害を申告したという行動の部分だ。違和感を抱え込まず、警察へ届けたことで捜査につながったわけね。申告を受けた警察は捜査を進め、関与を疑う人物を追ったとされる。端末だけでなく、送金先の情報も手がかりになった可能性はあるわね。ただし捜査の具体的な追跡方法は、公開報道からは確認できないぜ。そこも想像で補わず、捜査によって3人へ至ったとだけ見るのね。やがて事件への関与を疑われた3人が、
警察に逮捕されたと報じられた。逮捕されたというだけで犯罪が確定したことにはならないよ。もちろんだぜ。逮捕は捜査と裁判の途中にある手続きなんだ。容疑段階の人物へ勝手な性格や動機をつけるのも避けるべきね。報道では3人とは別に関係を疑われる1人が所在不明とされた。つまり捜査は3人を逮捕した時点でも終わっていなかったのね。警察はその人物の追跡を続けていると説明したと報じられている。逃走中という表現も報道時点の状況として受け取る必要があるわ。その後に確保されたかどうかは今回の確認情報には含まれていない。今も同じ状態だと決めつけず報道時点という線を引くのね。盗まれた資金の回収も引き続き進められているとされたぜ。逮捕者が出てもお金が自動的に戻るわけではないってことよ。ここまでの流れを時間の順にもう一度整理してみるぜ。複数人が買い物客を装い店主の注意を引いたとされている。その対応中に端末が交換され認証情報も狙われた疑いがある。そして63万2000ナイラが相手側の口座へ移されたとされる。店主が3月19日に申告し捜査の末に3人が逮捕されたんだ。一方で別の1人は所在不明、資金回収も継続中と報じられたわ。ここに端末操作の細かな手順を足す必要は全くないぜ。知るべきなのは犯罪のやり方ではなく注意が割かれた構造ね。店主が商品、客、金額、端末を同時に扱う状況が生まれた。一人で何人も相手にした瞬間が確認の抜けやすい場面なのね。犯人が壊したのは端末じゃない、確認の連鎖だと見るべきだぜ。次はその連鎖がどう途切れるのかを4つに分けて考えるわ。1つ目の構造は正規の取引へ擬態して近づくことだぜ。商品を持った客なら危険人物ではなく接客相手に見えるよね。店員は疑うより値段を答え会計を進めようとするものだ。それ自体は商売として正しい行動だから責められないわ。本件でも商品購入を装った複数人と警察は説明している。ただし最初から店主を騙す演技をした内心まではわからないね。わかるのは結果として正規の客に見える状況が利用されたことだ。警戒心が弱かったのではなく接客の仕組みを逆手に取られたのね。個人の油断だけに還元すると同じ構造を見逃してしまうぜ。2つ目の構造は複数の対象へ注意を分割させることだ。商品、客、金額、端末を一度に見続けるのは無理があるわ。一つへ目を向ければ別の変化が注意の外へ出ることがある。忙しいと能力が消えるのではなく使える注意が分けられるのね。一般の研究でも別作業中は予期しない変化を見落としやすい。でも研究だけでこの店主の心理を断定してはいけないよ。その通りだ。本件を理解する補助線として使うにとどめるぜ。結果として忙しさが利用された構図と表現するのが妥当ね。誰にでもある注意の限界へ手順で備える必要が見えてくる。3つ目はいつもの機械だと思い込むことによる確認の省略だ。毎日使うものほどそこにあるだけで同じものだと感じるよね。人は毎回傷や番号まで一から確認して生活してはいない。だから外見や場所が似ていると違いが意識に上がりにくいわ。ただし本件の端末が酷似していたと断定する材料はないぜ。ここでは一般的な危険として思い込みの構造を説明しているのね。端末そのものへ印をつけ管理番号を照合する意味がそこにある。記憶で判断せず目で照合できる基準を用意するわけね。慣れを捨てるのではなく慣れの弱点を手順で補うんだぜ。4つ目は忙しいから後で確認しようという短縮判断だ。忙しいほど確認を飛ばしたくなるその感覚はよくわかるわ。目の前の列を早く進める判断はその場では合理的に見える。でも後回しにした確認は新しい仕事が来ると忘れやすいよね。異常の発見が遅れれば報告や利用停止の開始も遅れてしまう。だから後で頑張るより今一旦止めるルールが必要なのね。なお容疑者が忙しい店を選んだという動機は確認されていない。そう計算したと決めつけず結果として注意が利用されたと見るわ。店主を責めるだけなら次の店でも同じ条件が再現されるぜ。人の集中力に頼らず誰でも止められる仕組みを作るべきね。接客を丁寧にすることと確認のため止めることは両立できる。客を疑うのではなく取引ごとに同じ確認をするなら公平だわ。この事件が示すのは機械より確認の連鎖を守れという警告だぜ。では3人が逮捕された後事件はどう扱われたのかを見るぜ。逮捕という言葉だけ聞くと全部解決したように感じるよね。だが報道では3人は裁判所へ送られたと伝えられている。そして強制施設での勾留が裁判所から命じられたのね。逮捕はボールじゃない、裁判の入り口に過ぎないんだぜ。
拘留も有罪判決ではなく、手続きの途中にある状態でしょう。現時点の確認情報では、有罪判決が確定したとは言えない。だから3人を確定した犯人として語ってはいけないわ。さらに別の関係者1人が所在不明で、追跡中と報じられた。事件の関係者が全員揃った状態でもなかったということね。警察は、より広い犯罪網の有無も調べているとされたぜ。でも大きな組織が存在すると、今の段階で断定はできないわ。あくまで有無を捜査している。それ以上でも以下でもない。所在不明の人物についても、役割や責任は裁判で争われる話ね。公開情報が増えるまでは、想像で空白を埋めない姿勢が必要だ。未完の事件ほど、強い言葉より報道時点を示す方が大事だよ。残る大きな問題は、63万2000ナイラの資金回収だぜ。 3人が逮捕されても、全額返還されたとは確認できないのね。報道時点では、盗まれた資金の回収が続いているとされた。お金が戻ったか、判決が出たかは、それぞれ別の問題だわ。逮捕者、所在不明者、資金、裁判、この4つがまだ動いている。だから結末は、解決ではなく捜査と手続きの継続なのね。反省や開き直りを示す容疑者の発言も、確認情報にはないぜ。感情を勝手につけず、今わかる範囲だけで区切るべきね。最後に、今日から共有できる3つの停止ルールへ落とし込むぜ。怖がって客を疑うのではなく、手順で取引を守るためのルールね。1つ目、端末の外観、管理番号、設置位置を処理前後に照合する。金額だけあっていても、端末本体が同じか確かめる必要があるわ。端末ごとの印や記録を用意し、記憶だけに頼らないことだな。位置がずれているだけでも、一旦手を止める合図にできるね。違和感を小さなうちに拾えば、次の確認へすぐ移れるんだぜ。一つ目は、端末本体と取引内容を前後で照合することね。2つ目、複数人への同時対応が重なったら、処理を止める。高額取引や注意をそらす要求が重なった時も、同じ合図だよ。列を待たせる不安より、確認なしで進める危険を重く見るんだ。一人で抱えず、責任者を呼ぶことまで手順にしておきたいわ。3つ目、端末や残高の異常は、責任者へすぐ報告する。決済事業者にも連絡し、必要に応じて警察へ相談するのね。自分のミスかもと抱え込めば、初動が遅れる恐れがあるぜ。止める、照合する、報告する、この3つなら覚えやすいわ。迅速な報告が必ず逮捕や返金につながるとは断定できない。この事件は警察発表と報道に基づく容疑段階で、3人の有罪は未確定だぜ。身近な取引に隠れた一コアを見逃したくないなら、チャンネル登録して次の事件簿も見てね。